エコージャパンシューフィットトレーニングについてお話しします。このトレーニングの内容についてですが、5つのパートに分かれています。足の基礎知識、靴の基礎知識とフィッティング、シューフィッティングの基本、靴の調整とパッキング、靴の主なシルエットとデザインの理解の5つになります。このトレーニングで期待する成果、基本的な足の骨格、主な疾患の理解、シューフィッティングの理解と実践、顧客創造、クレームの減少と解消になります。それでは足の基礎知識をお話しします。まず骨格についてです。人間の骨格は208本の骨で構成され、そのうち52個はくるぶしよりも下の側部に集中しています。まず前側部をお話しします。これは指の位置になります。この前側部は歩行時の蹴り出しと立位時のバランスを取る役割を果たしています。体の荷重は親指と小指の付け根2点とかかとの3箇所にかかります。表示されている三角の位置がそれに当たります。次に中側部です。これは土踏まずのアーチを形成しています。衝撃吸収とバネの働きをし、中足骨関節をボールジョイントと呼び、足の屈曲位置に当たります。丸いポイントで表している箇所になります。最後に高側部、かかと位置のお話です。これは左の図解で表されている通り、人体でしっかりと結びつき、外側からの圧力や衝撃を受けても動かないようになっています。着地の衝撃を受け止め、体を支える役割を果たしています。次に、つま先の形状のお話です。つま先の形状は大きく分けて3タイプあります。これは靴選びとフィッティングに影響を与えるポイントになります。まず、親指が一番長い足型、一般的にはエジプト型と呼ばれています。次に、人差し指が長い足型。これはギリシャ型と呼ばれています。最後に、スクエア型。これは親指から3本がほぼ同じような長さになっている足型で非常に稀なケースです。しかし、これらは DNA、骨格の遺伝によって生まれるものですので、様々なミックスが考えられます。もちろん、左右で違うつま先形状を持つ人も多くいます。皆さんはフィッティングの際、お客様の足を見て、どうなっているのかな、指先はどうかなというのを確認するように癖をつけましょう。足と靴のつま先形状の相性。つま先形状に近いトーデザインを選ぶとフィットしやすいです。エジプト型はラウンドトー、オブリークトー。ギリシャ型はラウンドトーとポインテッドトー。スクエア型はスクエアトーとオブリークトーの種類が相性がいいとされています。図解ではエジプト型にソフトセブン、ギリシャ型にジップフレックス、スクエア型にバイオムを当ててみました。このように、つま先の形状によって相性があるということを皆さんは認識しましょう。その上で、エコーのデザインの優位性についてお伝えしますと、エコーはデザイン段階からこの3タイプのつま先形状を含む足型を使い分けて足型に直接デザインを起こして設計されています。そしてそれらはすべてアナトミカルラスト、解剖学に基づいた足型のため、
様々な人種、性別、年齢のお客様が心地よく履くことができるのです。次に、アーチ構造についてお話しします。足のアーチ構造は3本で構成されています。まず、内側の土踏まずにあたる部分を内側縦アーチと呼びます。次に、小指側の位置に外側縦アーチがあります。そして親指と小指の延長線上が横アーチと呼びます。このアーチの役割は歩行時のクッションとバネとして一歩につきかかとにかかる 1.2 倍以上の圧力と衝撃を吸収し、前進するためのエネルギーに変える役割を果たしています。実際足を見て、このアーチを確認する方法としては、土踏まずは目で見てわかります。外側の外側縦アーチも目視することができますが、横のアーチは体重がかかると沈んでしまうため、目視はできません。このアーチの形状ですが、高さに個人差があります。左右でももちろん違いがあります。それは遺伝的な要素や成長期の運動によるものなど様々な例があります。また、加齢によりアーチが下がり、足長が伸び、足幅が広がるというケースが多く存在します。特にご年配の方を接客されるとき、昔は何センチだったのよという方がいらっしゃいますが、この加齢によるアーチの下がり、足長の伸び、足幅の広がりというのが考えられますので、鵜呑みにしてはいけません。お客様の足をしっかりと見ていきましょう。アーチの高さには主に3タイプあるとされています。まずはハイアーチです。これはクッションとバネの機能は高いのですが、土踏まずが常に浮いているため、靴によって痛みが生じます。甲も高く、スリッポンタイプなどで甲が当たり痛い場合もあります。そして指の付け根、かかとなどに痛みも生じます。次にノーマルアーチ。これは足のトラブルも少なくフィッティングも容易です。最後にフラットアーチ。一般的に扁平足と呼ばれ疲れやすいというふうに言われていますが、運動によって筋肉で覆われている場合があり、目視してアーチが低いなと感じても実際は筋肉が張り出し、それによって扁平足に見えてしまっている場合があります。次に歩行時の動作です。歩行周期というのがあります。これは人類が進化の過程で手に入れた二足歩行のことについて触れたものです。この歩行周期とは、片足で着地し、体を支え、もう片足は立地し、前に移動する。これによって長い距離を長時間連続で移動することができるようになったのが人間の二足歩行です。図解を表していますのでご参照ください。次に体重移動の軌跡です。人間の足裏はまずかかとで着地し、小指の側面を通りながら足裏全体が着地します。小指の付け根まで来た力が親指の付け根の位置に移動し、最後に親指で地面を蹴り上げます。実は左右で人間の足は違う働きをしています。同じように地面を蹴っているように見えて、実は片方の足が地面を蹴り、前に進む力を、促進力を生み、
もう片方の足は体が倒れないように支える松葉杖のような役割をしています。普段歩かれている際、ご自身もそうだと思いますが、そういうことを意識することは稀です。しかし、実際にデータを計測すると、片方の足が地面を蹴る力が強く、片方は支えるために踏ん張るということを常に繰り返しながら移動しています。左右非対称の足型が生まれる理由はここにあります。よって左右が同じ足型をしている人は皆無です。同じ長さの方でも幅が違ったり、かかとの形が違ったりします。この次のパートでご覧ください。